皆さん、こんにちは。今回は、トイファクトリーのバーデン・カーサ・ブラックエディションをレビューします。バーデン・カーサ・ブラックエディションは、カーサシリーズの第2弾で、シックでモダンなインテリアが特徴です。バーデンには、カーサ・ブラックエディションのほか、この標準仕様のインテリアと、バーデン・カーサ・ホームスタイルエディションが選択できます。カーサ仕様は、シート地に織物の一大産地、美州の高品質生地、美州織物を採用。細かい木目で、反りや曲がりの少ない、抗菌・耐久性に優れた岐阜県産の天然ヒノキを用いたフローリング。東濃地方の大養業地で生産された、美しく繊細な美濃焼タイルを採用するなど、自宅にいるような落ち着きとナチュラルな車内空間を演出する特別なインテリアを施したバージョンです。今回、新たにカーサシリーズに追加されたブラックエディションは、ブラックを基調にしたインテリアで、ワンランク上の大人たちに向けた落ち着いた雰囲気の室内を実現しています。従来のバーデンでは、グレーメタリックのエクステンションウィンドウがトレードマークでしたが、ブラックエディションでは、ボディと同色になり、シンプルなデザインになりました。シート地は、ブラックエディションでも美州織物が選択できますが、優れた強度を持ち、手入れがしやすいプレミアムスエードも選択できます。家具は、ミディアムブラウンを採用。落ち着いた上質な家具は高級感があります。ギャレーには、同じく美濃焼タイルが施されていますが、ブラックエディションでは、漆黒の美しい発色のタイルになっています。一方、床には明るいビーチ材を使用し、シックな中にも明るさを取り入れています。なお、カーサ・ブラックエディションは、バーデンのほか、後部に2段ベッドと多目的ルームを持つ GT や、ダイネットサイドのギャレーとハイマウントダブルベッドを持つバレイヤや、その他のモデルでも選択できます。では、エクステリアを見ていきましょう。ベース車は、ハイエーススーパーロング特装車です。全部まで続くエクステンションウィンドウを仮装。アクリル二重窓は、跳ね上げて開くことができ、網戸やブラインドも格納されています。ボディ左側のウィンドウやリアゲートのウィンドウも、オプションでアクリル二重窓にすることができます。徹底した断熱処理で高い断熱性を実現しています。スタイリッシュなソーラーユニットは一目でトイファクトリーのモデルとわかるでしょう。オプションで特注のブラックアルミホイールを装着できます。それでは車内に入ってみましょう。2列目と3列目にマルチモードシートが設置されています。前部にタイザダイネット、後部にハイマウントダブルベッドのレイアウトです。左側にギャレーキャビネットがあり、右側はエクステンションウィンドウで出窓風になっています。このレイアウトは多目的ルームを持たないことにより、広々とした室内が特徴です。2列目シートを前向きにすると、7名が乗車でき、3点式シートベルトは4名が装着できます。2列目シートを後ろ向きにすると、タイザダイネットになります。ダイネットの横には、大きな窓と小物収納棚があります。出窓風になっていますので、視覚的にも室内が広く感じ、実際ペットボトルなどを置くことができます。後部のハイマウントダブルベッドは、長さ 1800mm、幅 1530mm の大きさ。家庭用のダブルベッドの幅より広く、2名がゆったり就寝できます。エクステンションウィンドウで身長方向を拡張し、キャンピングカーの要件に必要な 1800mm を確保しています。ダイネットを展開すると、長さ 1900mm、幅 1200mm の大きさのベッドになります。これは家庭用のセミダブルベッドの幅と同じです。左側中央にはギャレーキャビネットが設置されており、上部にはオプションの家庭用エアコンが設置されます。
ギャレートップにはシンクとフォーセットを設置。コンロはポータブルカセットコンロを使います。ここには40リッター上開き式冷蔵庫が標準装備されています。電子レンジはオプションでベッド下に設置されます。ギャレーキャビネットには跳ね上げ式の調理台が用意されていますので、広い調理面が可能です。各13リッターの給排水タンクは車外から直接出し入れすることができます。収納はオーバーヘッド収納がベッドルーム右側と大ネット上部に設置されています。内側にカーブした形状で圧迫感を軽減し、かつ大容量の収納になっています。ハイマウントベッドのメリットは、ベッド下の大きな収納スペース。キャンプ用具などを車外から積み込むのに便利です。左右にも独立した収納キャビネットがあり、中央に積んだ荷物とは別に分類して収納しておくことができます。左側のキャビネットはスライド式の扉で、手前に荷物があっても開けることができます。内部は大きな収納で、荷物を整理して収納できます。右側のキャビネットは扉がなく、オープンな収納スペースになっています。ベッドボードを取り外すと、自転車のような大きな荷物も積み込めます。これはオプションの引き出し収納。リアゲートを開けてアクセスでき、ペットのリードや遊び用具、あるいは小物のキャンプ用具などを収納しておくのに便利です。その横にも収納スペースがあります。空調は、暖房は FF ヒーター、冷房はクールコンプシステムとして家庭用エアコンが共にオプションで設置できます。マックスファンベンチレーターはオプションで設置可能。小型のベンチレーターもオプション設定されています。19インチのテレビはマルチカーシアターシステムとしてオプション設定。バーデンのサイズは全長 5400mm、幅 1920mm、全高 2400mm です。それでは、バーデンと同様のレイアウトを持つモデルをピックアップしてみましょう。デルタリンクのダーウィン Q3。後部3面のウィンドウはアクリル二重窓を仮装。右側は全部まで伸びるエクステンションウィンドウを仮装しています。洗練されたカジュアルなインテリアで2種類の家具色と4種類のファブリックから選択できます。間接光も採用されており、夜はムーディーな室内でくつろぐことができます。後部のベッドサイズは長さ 1800mm、幅 1400mm。ギャレーには常設2口コンロを標準装備。冷蔵庫は39リッター横開き式を標準装備。冷凍と冷蔵が同時にできるので、冷凍食品の保冷と飲み物などの冷蔵が同時にできます。電子レンジも標準装備。ギャレーキャビネットにすっきり収納されます。ギャレーキャビネットには引き出し収納が用意されています。家庭用エアコンがオプションで設置可能。105A のディープサイクルバッテリーが2個まで搭載できます。東和モーターズ販売のセルトキリマ LI。比較的シンプルでナチュラルなインテリアを採用。インテリアカラーは2種類から選択できます。後部ベッドのサイズは長さ 1800mm、幅 1460mm の大きさ。ギャレーキャビネットもシンプルで、コンロはポータブルカセットコンロを使用します。冷蔵庫はオプションで40リッター上開き式を採用。電子レンジもオプションで設置できます。セルトキリマ LI では、車載用クーラーと計 300A のリチウムイオンバッテリーが標準装備されます。いかがでしたか？バーデンカーサブラックエディションは、一味違った上級感が味わえるインテリアが特徴です。6名乗車、
4名就寝でファミリーでも使用できますが、大人の2人旅が似合うモデルです。バーデン・カーサ・ブラックエディションの仕様と価格は、下の説明欄をご覧ください。価格などを含めた、さらに詳しい比較表は、キャンピングカーファンのサイトでご覧いただけます。最後までご覧いただき、ありがとうございました。